ジャズで生活のロトリオ、どうもこんにちは、ジャズギタリストレイダーゲです。ということで今日はビバップの偉人から学べビバップフレーズやっていきましょう。今日はもうビバップフレーズの申し子と言っても構わないフレーズになっております。私ね、気づいちゃったんですね。このフレーズ、オルタード等の強いサウンドを一切使っていないんですね。すごい滑らかなサウンドがするんですね。と茶番をやっておりますが、このフレーズ本当にビバップの真髄がギュッと詰まっておりますね。そちらの方知りたい方はぜひぜひ最後まで動画をお楽しみください。ではこのフレーズ一体どのコードでやっているんだね。キーはですね A フラットメジャー、これが1度ですね。で2度マイナー B フラットマイナー5度7 E フラット7で1度戻ると251ですね。でここでいきなりフレーズ言ってしまうと落とし穴があります。ここでもう一踏ん張りしてコードについて耳を傾けてみましょう。そうすることによってこのフレーズがより自分のフレーズになっていきます。このフレーズを自分のものにするためのステップ1としてこのコードもうちょっと耳を傾けてみましょう。でこちらについて興味があるよって方がおりましたらですね、僕が以前アップロードしたフレーズの練習の仕方という動画でやっておりますので、ぜひともこちらを見ていただくとより今日の動画詳しくねなんとかなります。だけども安心してください。この動画ではね簡単に説明しながらやっていきます。この動画が見終わった後に見ていただくという感じですね。ではコード何やるんだと、フォーム云々やるんじゃなくてコードの持ってるこの響き頭に徹底的に入れてください。でそしてコードが進行していくので進行してください。2度マイナーから5度7、こういう感じで音が変化するんだっていうのを感じ取って、もちろん5度から1度ね、ドミナントモーションなんだなこれがという感じで、コードの持つ響きに耳を傾けてコード進行の変化をキャッチしてください。これをやった上でフレーズをやるとよりフレーズが生きてきます。という感じでちょっと余分にコンピングやってしまいましたが、自分のできる限りこのコードで遊ぶっていう感じで遊んでみてください。大変お待たせしました。それではフレーズやっていきましょう。でこちらさっきからさっき見えとるやつね、フレーズを練習する大事な3つのポイントございますね。でその中で3つ目スケールねございますね。スケール何やるんだと、モードスケールっていうスケールをやっていきますので、まだモードスケールようわからんよって方がお見えになりましたらですね、僕がこれ以前アップロードしたモードスケールについての動画がございますので、そちら参考にしてみてください。この動画ではもちろん簡単に説明しながらやっていきます。で1つ目コードポジションございますね。コードポジションってどこでどうやって決めるんだって、ギターっていろんなとこで同じようなコードができてますよね。ギタリストの場合この6弦ルートと5弦ルートね探しやすいと思うので、基本的にこの辺を中心に探すといいですね。で今日はですね例に漏れずここでございます。でコードポジション決まったらコードトーンいきます。1マイナー3 5 7 1マイナー3 5 7 1という感じでしっかりコードの上でコードトーンをね見てください。でコードトーンというのはコードを作る大事な中心となる音になりますので、こいつらを結ぶという感じでスケールを扱っていきます。でドリアンスケールっていうスケールを使っていきます。いきます。1、2、マイナー3、4、5、6、7、1、2、マイナー3、4、5、6、7、1という感じですね。ではフレーズやっていきましょう。で最初半拍休みです。1、2、3、4という感じです。見ていきましょう。では最初1度から始まります。半拍休んでねね。でここで溜めるっていうのがすごい大事ですね。じゃなくてここに一気に力を持っていくという感じです。よく見ていきましょう。1、3、マイナー3、5、7コードトーンを使っているんですね。なのでしっかりこのコードの音がここで出るという感じです。ここから5フラット13度6度ね。この音なんで使えるんだと、スケールコードトーンあれせんぞとなくてもいいんです。これは経過音6度に行くための半音アプローチという感じですね。
はい、なんだこの音はと。さっきはアレセンがねと。フラットフィフスシャープイレブンスっていう感じですね。じゃあこの音なんで使えるんだと。はい、さっきと同じ理由で経過音ですね。ね、外れた音をやみくもに使っているわけではなくて、次にどの音にアプローチするかっていうのを考えて使っているわけですね。ではここの説明ちょっとさせていただきます。7度から5度いって6度に対するターゲッティングね、こういうのあるでしょ。これを拡張してっていう感じですね。フラット13経由してっていう感じです。はい、では次 E フラットいきましょう。でポジションここね、やりやすい、最高です。ではコードトーンいきましょう。135713571となってます。でミクソリディアですね。123456712345671となりました。ではフレーズ続きやっていきましょう。1、2、3、4、1、2、3、4ね、ここまで。なんかすごい奇抜な音を使ってるわけではないんですけども、ちゃんとドミナント感があって心地がいいですよね。ではやっていきましょう。ここ1度から始まります。また1度からです、ね、5度7の1度 E フラット7の1度で半音メジャー7、これいいのかと。いいんです。7度に対するアプローチノートとして使っております。で6度5度4度3で1度に行くと。はい、この音以外見ていきましょう。ただ E フラット7の、ミクソリティア下がっていただけですね。だけどもこの魔法の音を付け加えることによってじゃなくて全然印象違うでしょ。この1音加えただけで。ではこの1音なんだと。バリー・ハリスセオリーの6ディミニッシュをやってる方ね、もうおなじみかと思いますが、簡単に説明すると、どうしようかな。 C でね、これ C メジャースケールあるね。これにフラット6度を付け加えます。はい、何が起きたかというと、表拍にコードトーン、裏拍にコードトーン以外の音が並ぶことによって表拍の方が強い、ね、印象を受けますので、という C6 というコードがすごいインパクトになりますよね。でもう一つ横でやってみましょう。はい、C6 ディミニッシュをコードで弾いたときに1度3度5度6度ね、これ全部 C の展開形 C6 の展開形になってます。で間全部ディミニッシュです。でこれはね下にしていくと G7 の半音上ということは G7 フラット9と同じということはドミナントになってます。なのでトニックドミナント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 トニックとなっています。なのでスケール内でもコロコロね解決していくのですごい気持ちがいいんです。というのが簡単に言うとバリー・ハリス6ディミニッシュスケールで、これのセブンスバージョンだという感じで捉えてください。でそこでミクソリディアンを弾いてみます。1、2、3、4、1ね、音足らずという感じになってますよね。次の頭の時に半拍早く1度が入る。そうするとなんかちょっと違和感があるじゃないですか。さっきやったフラット6を入れる意味はここの帳尻合わせっていうところがあるんですね。表拍にコードトーンを入れる帳尻合わせですね。でそこで出てくるのが1、2、ここはいいよね、5度いいよね、7度ここもいいよね、ここなんだ。こことここの間が半拍ね空いていれば全部次のところまで、1度が頭に来るというところの帳尻合わせをするためのここのメジャーセブンスを入れる。全然違うでしょ。たったこの1音が
大きく左右するという感じです。で下がっていくのももちろんね。なのでこのセブンスにおけるメジャーセブンスというのがすごい大事になってきます。これを裏拍に入ってるっていうところですね。であともう一個 B フラットのとこ振り返っていきましょう。はい、この音注目してみましょう。5度ね、1357ね、56裏拍にわけのわかんない音を入れて半音下げると E フラットの1度にっていう感じだね。はい、これも魔法の1音です。何でもかんでも半音で動かしてるわけじゃなくて帳尻合わせのためのね1音っていう感じで覚えてください。で最後トニック、とりあえず上のこっち見とこうかね。この音だけなんだけども、では、コードトーン1357135、はい見ていきます。でスケールはアイオニアンスケール、メジャースケールですわ。はい、こんな感じですね。この辺まででいいですよ。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン。はい、これでおしまいです。じゃあなんでやったんだと。はい。ね、フレーズこれで終わってしまわないじゃないですか、実際アドリブって。次につなげるために、ね、ここ全体を見ておかないといけません。この画期的な譜面台のおかげで日々の音楽活動の譜面台のストレスも終わり。でも皆さんこれ何がすごいんだって。これ片付けセッティングがどえらい簡単にできます。なので音楽活動で譜面台を使う、もうできちゃった。でこれただの爆速折りたたみ譜面台じゃなくて付属品を譜面台に取り付けることが可能です。携帯電話だけじゃなくてホルダーを拡張することで iPad も挟むことができちゃいます。大きい譜面もクリップで挟めるのでページがめくれない。主に iPad で見る方はこういう携帯もできる。小物も実はここに置けたりしちゃいます。あとは GoPro や DJI のカメラにも使えると。でもちろん片付けも爆速。はい、おしまい。多機能で無駄がないので演奏に集中ができる。専用バッグもどれやおしゃれ。私レイダイケの URL から購入していただくと特典割引あり。 URL スキャン概要欄にもリンクを貼っておきますのでぜひぜひこちらこの機会に購入ください。はい、ということでまだ終わってはいけません。なんでだと、まだ一つのポジションでしかやってないよね。だもんで他のポジションやることで指板がどんどん広がると。はい、という感じでいろんなポジションでできましたね。でここ低すぎてうまくできないけど、そういう時は音をねうまくオクターブなんとかしてやると言ってもいいしね、これさっきやった通りだね。という感じで指板を拡張する作業をしましたが、ここからもうワンステップ上がりましょう。そうすることでよりフレーズが自在に操れます。はい、という感じで他のキーでやるんですね。これをやることで耳も鍛えられる最高のトレーニングになっております。今は C でやりました。はいね、なので Dm、G7、C という感じで C メジャーのキーに戻るのはねすごいフラットに物事が見れるので大事です。はい、という感じでもうここまでいろいろやってきました。もうかなり使えますが、最後のトレーニング実際アドリブで使っていくんです。なので最初に僕が適当に弾いて次このビバップのフレーズにつなげる感じでやりました。
はい、いかがでしょうか。こんな感じで自分のフレーズからビバップのフレーズ、ビバップのフレーズから自分のフレーズ、いろいろ試してみてください。そうすることによっても最終形態、自分のフレーズになっていきます。はい、ということで今日は以上になります。こんな感じで楽しく練習していただいて楽しいジェットギターライフを一緒に送っていきましょう。ということで今日の動画、いいねと思った方はぜひぜひいいねボタンやコメント欄に書き込んでいただけると大変励みになります。で、特になんとも思わなかったよって方がおりましたらコメント欄にですね、つくしとだけでも書いていただければこれ幸いでございます。ということで、つくしの天ぷらはあんまり食べた記憶がない私レイダーですけども、Facebook や Twitter、Instagram などどれらい低頻度でやっておりますので、そちらの方をフォローしていただきつつ、おみやさんはよなんか書きやと、ちょっと私レイダー今日は少しいじってみてはいかがでしょうか。ということで皆様いつも日頃から温かいありがとうございます。で、最後にですね、スーパーサンクスなどをしていただけるとですね、私レイダーのテンションがただただ爆上がりしていきますので、そちらの方もぜひともよろしくお願いいたします。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。また次回もお会いしましょう。バイバイ。ガチョンと。